皆さん、こんにちは。けんちゃんです。けんちゃんの認知症のお話2、けんぞうさんの冒険、始まり始まり。皆さん、けんちゃんの認知症のお話はいかがでしたか？面白かったですか？え、まだ見てない？ありゃ、そりゃいかん。早く見ないと。このお話は第一作の続きですので、まだの方はぜひ見ておいてくださいね。さて、第一作では、健三さんは認知症になってしまったのかもしれません。って言ってましたよね。覚えてますか？認知症とはについても簡単に説明しましたよね。ちょっと復習すると、認知症っていくつかの元になる病気によって新しいことが覚えられなくなったり、今までできていたことができなくなったりして、生活するのに困ってしまった状態のことでしたよね。実は認知症にはそんな状態になったために、心や体が耐えきれなくなって悲鳴を上げてしまうことがあるんです。思い出してくださいね。健三さんは今の生活がわからなくなって、会社に出かけようとして道に迷って、たまらず泣き出してしまいましたよね。そういう状態になることなんですが、それってやっぱり辛いですよね。でも、この辛い状態は、周りの人が気づいて、少しだけお手伝いしてあげることで、とても良くなるんです。優しく言葉をかけるだけでもいいんですよ。ほら、この絵覚えてますか？近所のさくらちゃんが一緒に買い物についてってあげて、健三さんとてもハッピーでしたよね。さて今日は認知症の人がもっとハッピーになることというテーマでお話ししてみようと思います。聞いてくださいね。話は健三さんのその後になります。地域の支え合いの中で生活できるようになった健三さん。今、週に2回ヘルパーさんが来ていますよ。もちろん、健三さんだって掃除機くらいかけられますので、ヘルパーさんと一緒に楽しく家事をしています。さて、お楽しみの方ですが、大好きなカラオケはもちろん続けていますが、新しく川柳の会に入ったみたいですよ。なんと先週は健三さんの作った川柳が月に1回の金賞を取りました。朝起きて何が何だかわからない。いや、これいいですね。そしてある日のこと、健三さんは友人に意外なことを言って、みんなを驚かせました。あのなわしな、実は認知症って病気なんやって。友人はびっくり仰天しましたが、努めて平静を保って、あ、そう、というのがやっとでした。狭い町内ですからね。健三さんが認知症になったという噂は、瞬く間に広がっていきました。中には、健三さんの姿を見れば、ひそひそ話をする意地悪な奥さんたちもいましたが、健三さんはお構いなし。そしてほとんどの人は全然気にしない。みんな周りでニコニコ笑って、いつも通り健三さんとおしゃべりします。中には、認知症の健三さんと呼ぶ人もいますが、愛情がこもっているので健三さんも、おうと普通に答えるだけ。それがいつものやりとりです。健三さんはこの町では
さながらスーパーヒーローでした。それでも、健三さんにも気に食わないことがあるんですね。この間はデイサービスの車から降りて、しばらく待っているおばあちゃんに、おばあちゃん行こうかと押して行ってあげようとしたら、健三さん、危ないからやめてと怒られてしまいました。この前はいつものヘルパー姉さんにサプライズでちょっと美味しいものを食べさせてやろうと久しぶりに腕によりをかけて作った一品。見事に断られてしまいました。なんやねん、ちょっとこいただけやないか。で、今朝はゴミ出ししようとしたら、まあ、健三さん偉いわねとばあさん連中にからかわれるし、甲子園のナイターに行くと言ったら中井さんまで、いやー、健三さん一人はやめた方がいいな。危ないから。って。何が危ないね。何回も言ってるのに。健三さんはあんまり腹が立ったので、やけ酒。久しぶりに屋台でいっぱい引っ掛けてきました。そして帰りに公園の前を通りかかった時のこと。えまあ、こんなところで休憩でっか？おこんばんは。あらま、この人返事せえへんわ。聞こえてへんのかな？じいちゃん、こんばんは。健三さんは自分も立派なじいちゃんであることをすっかり忘れて声をかけていました。えなんや。よっさんか。今何時？いや、よっさんちゃうけど、今か。そうやな。多分、6時頃ちゃうかな。6時って朝の？なあ、ほな、今夜でっせ。ここどこ？家帰りたいねん。連れてってえな。いや、急に言われてもな。んで、家どこなん？さあ、いやさあって、名前は？名前って何や？健三さん、困り果ててしまいましたが、とりあえず、一緒にじいちゃんの家を探してあげようと心に決めました。すると途中で、じいちゃんがぽつり、ぽつりと喋り始めます。家に大きなクスの木があってなぁ。畑で野菜がようけ取れたわ。よう遊んだな。楽しかったわ。それから、健三さんとじいちゃんは、じいちゃんの家探しというミッションを背負って、当てのない冒険に出たのでした。すんません。この辺にじいちゃんの家知らんかね？大きなクスの木のある家やねんけど。いやー、私、ちょっとわかりませんね。すいません、急いでますので。おーい、僕。この辺にこんなでっかいクスの木のあるのって知らへんか？って健三さん、なんでわざわざ子供に聞くの？じいちゃんもびっくり。すいません、この辺に、よっさん、ナンバーショットか。ひひー。ほら、危ないやないか。間一髪。健三さん、もうちょっとで車に離れるとこでした。
じいちゃんの意外な運動神経に助けられたのでした。それにしてもなんか変わった言葉言ってましたね。ナンバナンバおー、じいちゃん、ついにやったぞ。巨大クスノキ。とうとう見つけたな。ここがじいちゃんの家やな。ほんまや、あったわ。クスノキの大木の前で万歳三唱する勢いのじいちゃんとおっさん、いや、健三さんでした。ここは家ちゃうわな。どう見てもちゃうな。えっきやな。すると、またぽつりぽつりと話し始めたじいちゃん。ちょうど真夜中に夜行列車が出発してな。それに乗って家に帰っててん。20系のスマートな客車でな。綺麗なフォルムやったわ。じいちゃんえらい詳しいな。で、フォルムって何や。そして健三さんはちょっと考えてから、じいちゃん、ほな行こう。一緒に夜行列車乗ろう。ほんまか？いや、やっぱりやめとくわ。よっさんに悪いわ。疲れたな。こんなこときつか。じいちゃんの家遠いんやな。わからんわ。家帰りたいねん。連れてってな。よっさん。はあ、じいちゃん、ほら、見てみ。星が綺麗やな。よっさん、ほんまやな。うちも綺麗やったで。てか、まだ言うてんの？わしの名前は健三や。よっさんちゃいます。え、健三っちゅうのよっさん。だから。よっさん、あんたええ人やな。ありがとうな。ありがとう。その時、どこか遠くで聞こえていた声が、だんだん近づいてきました。徳さん、徳さん、徳さん、あそこ、徳さんちゃう？やっぱり徳さんや。無事でよかった。おやつの後からずーっと探してたのよ。本当に無事でよかった。おう、緑か。迎えに来てくれたんやな。ありがとう。やだ、また徳さんたら。いっつも私を娘さんだと勘違いしてるのよ。健三さんも超びっくり。じいちゃん、いや、徳さんは、実の名を、石川徳三郎。健三さんより一つ年上。長崎県の小さな村の出身で、集団就職で若い時に神戸に来ていたことが分かりました。健三さんはデイサービスからいっぱい感謝されただけでなく、自治体からも感謝状をもらうことになり、この件でさらに地域のスーパーヒーローになりました。その後、徳さんは昔からの鉄道ファンが高じて、紙工作で鉄道模型を作る同好会に紹介されて、とても熱心に取り組んでいます。時々、健三さんも覗きに来ては、ちょっかい、一緒に楽しんでいます。めでたし、めでたし。